チェンバーボーン。アップデート7。たくさんのクレーターで構成された地形を開拓し、生活インフラを整え小さなダムを建設した我らがビーバー。しかし周囲はまだまだ汚水にまみれた未開の地。今回も頑張って開発を進めるぞー。まずは水源近くまで道が敷けたので、悪潮対策用に水門を建設。悪潮が来たら水門を閉めて左側に流す算段。そして干ばつ明けの、水ダバー。おい。下流に2つダムができたことで少し流れが詰まっております。すぐに収まるけどこれも改善したいな。後でなんとかするよ。植林したオークがまだ育ってないのでちまちま枯れた木材を伐採。丸太がないと何もできん。あ、水源の丘の上にオークめっちゃ生えてた。ないない言ってた丸太、意外と近くに生えとった。まあここまで車で階段とかで資材使ってるけどね。丸太増しまーし。ダムでできた緑地に追加の植林。やっべ干ばつまであと2日なのにタンクの水が減少傾向。繁殖ポットから新たな仲間が誕生して、水の消費量が増えたようだな。ポンプもマシマシ。念のため1マス深いところにもポンプ設置。干ばつ時の最後の砦。伐採ビーバーと建設ビーバーの見事な連携で、あっという間に悪潮対策ダムが完成。丸太置き場や木こりの起点から、直で資材運んで工事してくれて早かったな。おっと干ばつ始まるから貯水。手動で水位を微調整。てな感じで水門を開け閉めしてたら干ばつ9日が到来。少し干ばつ期間が伸びてきたぜ。この期間だとポンプで汲んだら川が干からびちゃうので、一気体制の縮小運転に切り替えだ。ビーバーの皆様にはご不便をおかけします。丘の上のこの池は乾いても問題ないので汲んじゃいましょ。少し遠いがありがたい貯水。お次は水を蓄えるための水門を作るどう？貯水量こそ少なそうだが、干ばつ中に川に注水できるのは心強いぜ。夜中にこっそり採集者の起点を移設。マングローブの実がなったので、ベリーと一緒に採取させる作戦。ぴったりの隙間があったのでここに保管と。シンデレラフィット。枯れてた木の伐採完了。残りの丸太は5本、色々作って消費しすぎたな。近場の丸太がもう少なくてつらし。あと15日くらいすれば多くの伐採始まるかな？水を漏らしで成長止まってたのもあるけど、数サイクルは我慢だな。最後のピースが埋まって貯水用の水門が完成。まだビーバーの数もそれほど多くないし、多少の干ばつならこれで耐えれるかな？干ばつ明けの水ダバー対策のためここに水門を作りましょ。この水路の先はマップ外に続くから排水路として使えそうだ。あ、ここでもマングローブ育てましょ。植えたマングローブは手入れがいらないので、植林終わったら詰め所の職員は左遷です。丘の上の多くもほぼ伐採完了。悲しいかな丸太在庫ゼロ。残りの多くは放置して、自然と成長したらまた切りましょ。天然の恵みに感謝。ああ川の水が。干ばつ終了まで 0.5 日、ギリ川の水が持たなかったな。作物は枯れないけどちと残念。だな。いのーちの水。命の水が干ばつ9日の終了をお伝えしました。まだ排水路の工事終わってないからこのままだとまた溢れちゃう。ので川の流れをせき止めてそうな初期のダムを解体。短い間でしたがお世話になりました。ここは足場で橋掛けときましょ。そして足場完成直前に、水ダバー。初期ダム3壊した意味がねえじゃねえか。糸かなし。排水路の水門が完成、今こそおもらし卒業だー。次回の干ばつ明けの水の流れで要確認だ。ホームレスビーバーが14匹まで増えちゃったので、建設止めてた家の建設を再開。だが悲しいかな丸太の在庫ゼロ。なんとかかき集めなきゃ。ホームレスが多くてビーバーの幸福度がマイナス2とかなりかわいそうなことに。ってこれ違う、タンクの水の在庫がゼロになってる。干ばつでもないのに水がないだと。やっべポンプ全部止めたままだ。なんてこった。そして貯水ゼロのまま干ばつ警告が。急いで水を汲めこのままじゃビーバーカッサカサになるぞ。ポンプは稼働したし慌てても仕方ないのでちまちま伐採を指示。家だけでも建ててあげたい。なんとかみんな干からびることなく水が行き渡った模様。幸福度も5まで回復。無職ビーバーを働かせるため発明家を造成。働け、もっと働け。無事貯水も溜まってきたところで干ばつ9日が到来。前回と同じ日数だが丘の上にダムできたし楽勝だぜ。ここに水門つければもっと貯水できる、水門の建設をするぞ。今はせき止めても左から一マス分流れちまってるぜ。ここもせき止めたら貯水できる？鬼門系でも作り出す、これがビーバー脳だ。
水源周りはいずれ工事するはず。伐採してきれいにするぞー。ついでに丸太もゲットだ。ゲットした木で家を、建てまし。未だホームレスが7匹おる。やったー、丸太フェスティバルだー。オラたちの村に木が生えた。これで当分丸太に困らんはず。どんどん開発を進めるぞー。おー。この中央のクレーターをきれいな水で満たすぞー。丸太を手に入れたレイム、序盤なのに大掛かりな工事の計画を始めた。今あるダムの前に同じ高さの水門を作る。ここを閉じれば中央に水が流せるはずだ。どうやら悪潮対策の水路を使う模様。あ、さっきの発明か。水路通ると沈むので移築で。安定の無計画、これがうちのレイムさんだ。ビーバーよ。すまぬ。あらかわいいお帽子。帽子ちゃうわい、怪我して包帯ぐるぐる巻きじゃねえか。なんと、急いで治療だ。そんなわけで急いで医療ベッドをアンローク。製材所あたりで怪我したんかな？お大事に。いのー、ちの水。超楽勝で9日終了。はい、ポンプ通常稼働に戻しまーす。さすがのビーバーのも2度連続で稼働忘れはしなかった。中央クレーターに、命の水を注水だー。おお、そこの水門もう完成してたのか。でも綺麗な水は右側に流れちゃってるねー。とりあえず水の流れが分かっただけでも一歩前進だぜ。こっちの汚水の源をどうにかしないと、中央のクレーターは使えない感じっぽいね。だな。では建設を円滑に行うため、建設作業員を増員じゃー。ちょうど無職もいっぱいいるしな。ではここに堤防を築き汚水の流れを変える工事を開始。深さを2マス上げればマップ外に通じる排水路に繋がる模様。隙間は2箇所あるが水位が上がったら汚水を浴びる危険がある。奥側から作業をするぞ。病気を治す施設がないから慎重にな。ビーバーの福利厚生アップのお時間、シャワーを設置。鉄を使わず建設できるリーズナブルな施設。ちょうど倉庫が空だったので解体して、ここにキャンプファイヤーを設置しましょ。丸太に余裕ができて生活にも余裕ができた。家も増築総称多く。ごってごてやで。医療ベッドも解体したのでこっちに移設。数を、怪我させる気満々だな。ビーバーが背中をかいたりするスクラッチャー。これ私も家に欲しい。さらにスイミングプールも完備。これでビーバーたちの QOL が爆上がりだぜ。夜中にこっそり運搬員の拠点も建設。優先度を下げて暇ビーバーが自動的に入る安定の仕組み。小さいけどタンクマシマシ。歯車作ってないのでまだこれしか建てられん。北クレーターの汚水の源を封鎖するために、北側へのルートを開拓じゃー。などとやってたらまた干ばつ9日が到来。ビーバーの数がちと増えてるがまあ楽勝だな。干ばつが始まり汚水も引いた。今が工事のチャンスだ。安全確認、よーし。ここを封鎖すればこっちの汚水は封鎖完了だ。北のルートは途中に多くの枯れ木を発見。丸太に余裕あっても伐採刈り取り。まだ在庫言うほどないしね。でこちらは中央クレーターの排水路。ここに水門を作ることで中央の水位を上げることができます。小さい工事を繰り返し中央クレーターの再生を目指せ。位置関係は北の汚染の源がここで、穴開いてて北東のクレーターに流れるようになってます。そんでその下流がさっきの中央排水の水門だぜ。あ、幸福度アップ。家の増築も終わりまったり過ごすビーバー。家の上のいい感じのテラスでくつろぐ姿に思わずにっこり。作業進まんなと思ったら板がなかったけん。おい。どんどんだった。ブイー。製材所増築。回し車の仲間が増えたね。やったね。肉体労働でかいた汗を、プールで流してスッキリ。ナイトプールが紳士ビーバーのたしなみ。冷えた体をキャンプファイヤーで温めるビーバー。今日も一日お疲れ様でした。水位が下がってプールが使えなくなったので中水位。アラートで水位下がったのに気づけるから、これ何気に便利だな。食料生産が追いついてないので農場を増築。ビーバーシレット44匹まで増えております。いのー、ちの水。干ばつ中にもかかわらずビーバーたちの暮らしが豊かになった9日間だった。北側のルート工事の伐採も進んだ。汚水封鎖の堤防工事を開始だ。次のサイクルで中央クレーター復活いけそうだぜ。最初に着手した西側の封鎖はご覧の通り。堤防でちょっと塞いだだけだけど中央へ汚水が流れなくなったな。困難北の封鎖が終わればもう完全勝利だよ。ひときが早いが水の確保は容易になりそうだ。そして安定の汚水だばー。水位上がって隙間から溢れてんじゃねえか。施工忘れでございます。
汚水で危ねえから修繕工事は干ばつ来てからだな。板の倉庫も溢れた。アイアンピースの製材所意外と生産速度速いな。中央クレーターにもポンプを設置。川の水位を気にせず汲める、これはありがたい。タンクマシマシ。中ぐらいのタンクはまだ作らない、匠の謎のこだわり。歯車作るよりも治水優先。そして工事を急いだ結果、干ばつ前に北の汚水の封鎖に成功。水位の上がった汚水は穴から下に流れる、あと左のクレーターにも流れてるようだな。ここは水源あるクレーターか。水源あるクレーターに汚水流れないように封鎖工事を始めるぞ。割と水に余裕ある状況でもさらに水を求める、うちのレイムさんは水に貪欲。おっと干ばつ13日が来た。4日ほどのビタがまあ平気だろ。汚水で少ししか汲めないけどポンプ稼働。次からはここからがっつり汲めそうだ。なんかマングローブの実の在庫が増えないなぁと思ってたら、倉庫壊したのに再建を忘れてた。安定のビーバー脳だな。なんとなく屋上テラスも追加。コンパクトにまとまってて意外と住み心地良さそう。あちょい待てー。やや汚染地域を駆け抜けるビーバー。ポンプで吸ったから汚水がこっちに来ちゃってたか。てか迂回路を使えよ。ホームレスが出たので立てましこっそり発明家が立ち退きさせられた。手動でちまちま放水して川の水位をキープ。水ギリッギリ職人が日々操作しております。あと奥に水門作ったせいでこのポンプ使えん。この無計画が、水位が下がったら稼働せい。水が戻れば中央クレーターの再生もできそうだし、お次は鉄のためにスクラップ確保に向かいましょ。町から結構離れてるから大量生産は厳しいぜ。あ、汚水特攻したジティドさん、中毒になりました。現在治療に必要な施設を建てることができないため、余生はのんびり労災保険で暮らしてください。お水に食料は好きなだけ食べて OK、ご自愛くださいませ。労災保険で気軽なニート生活を。水源のあるクレーターの汚水の封鎖がもうすぐ完了。遠い場所だが意外とすんなり工事できたな。この水を使うにはさらに工事が必要だけど遠いしそれは後回しでいいかな？工事するには道が険しい。中央クレーターの水位上昇兼悪潮流入対策のため水門設置。なんか追加した清掃員の起点がスクラップ回収しないなぁ。と思ったらこれキコリやないかーい。ちゃんと確認してから設置せい。このビーバー脳が。見ろ。無事スクラップの回収が始まりました。清掃員が集めて運搬員がダッシュで村に運ぶ。スクラップ抱えて長距離運搬よろ。でスクラップはこちらの精錬所で鉄に生成します。でこの施設、建てるのに歯車20個必要だぞ。ああそういや歯車作ってなかった。てなわけで製材所1軒潰してそこに建設。板の生産速度速いからこれでちょうどいいかな。干ばつ残り 0.4 日なので水門全開放。干ばつ13日も余裕を残してクリアだぜ。いのーちの水。サイクル7、意外と安定してきたぜ。注水完了したので水門を悪潮対策モードに切り替えて、水の流れをチェック。余裕がある時に安全確認、意外と大事。こっちから流れてた水は村周辺の川を迂回してそのままマップ外に排水されれば。って安定のおもらしい。これあかんやん。てなわけで川に汚水が流れ込まない対策として堤防を追加工事だ。悪潮来る前に気づいてよかったな、割とマジで。てかなかなか悪潮来ないね。そろそろ来そうなもんだけどな。やっふー、中央クレーター再生成功だー。まだちょい汚水混じりだけど、これはかなり優秀な貯水湖として使えそうだぜ。村から離れてて使いにくいけどここも綺麗になりました。この水も中央に流せるように工事したら、治水は結構完璧なものになりそうだ。で悪潮対策の追加工事を着々と進めてたら普通に干ばつ警告来た。せっかく対策したのに肩透かし。歯車が搬入されて精錬所が完成。ビーバー鉄の時代に突入。鉄ができたら爆薬で水源を工事かな？まだ見ぬ悪潮の完全攻略を目指す。では爆薬で使う汚水ポンプをホイットな。歯車も順次生産してるので中型タンクで保管。水より先に中型タンクを汚水が使う。では中央クレーターが再生して干ばつ16日が来たところで最後に街の様子を見て締めましょ。水源近くの水門。悪潮の対策はバッチリ、だが悪潮が来ない。まあ普通に貯水できるし十分。再生した中央クレーター。水位は大したことないから長期干ばつには耐えられないがこれは大きな一歩だぜ。施工ミスで汚水を漏らしした現場。汚水ポンプも稼働したし爆薬ももうすぐだな。再生した水源のあるクレーター。村から遠いけど貯水のポテンシャルが高そう。
堤防を追加したアクシオの排水路。アクシオで汚水が流れてきたら左の水門へ流す予定。新しいビーバーのお家。幸福度のために屋根やらランプやらごってごてにつけられてる。マルタフェスティバルの立役者。こいつのおかげで一気に治水工事が進んだぜ。背中をかいてうっとりするビーバー。これ私も欲しいです。ではこんなところで今回はここまで。続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。嬉しいです。グッドボタンを押してくれると喜ぶぜ。ではまたお会いできることを願って。またねー。